春です。私たち夫婦は共に70代。共通しているのは食べることが好きなこと。それ以外の時間はお互い干渉せずにそれぞれの時間を過ごしています。おはようございます。私たちがこの家に越してきて3回目の春です。庭が少しずつ華やかになってきました。冬季限定の野鳥のためのレストランどんぐり食堂もそろそろ閉店です。目白さんたち、また冬になったらお客さんになってね。
はねお弁当にしようと思ったの。そしたらやっぱり寒くてあまり外で食べられないでしょ。そうかそうか。まあまたでも、お弁当はいつでもして作ってみる。ほらうちの畑でどこ。色は美しいですね。ねえ。やろう。お弁当楽しい。はい。じゃあいただきます。どうぞどうぞ。ちょっとしいたけ味見してみて。一口で食べちゃった。美味しい。このね、これはじゃこ天なんですって。松山のこれでこの間いただいたの友達に。そうそう。味がちゃんとついてるね。美味しい。いやこれ必ずしも一口サイズというわけではなくて。みんなが来てもおにぎりができるぐらいある。今日もなんか人が強くなってきたね。もうね、小鳥のレストランはね、営業、今年の利用おしまい。また次の冬に。みかんの皮も食べればいいのにな、鳥はな。贅沢してるよな。人のこと言わない。自分も食べないじゃない。見て。なんということだ。紀元前から2000年以上もの間、言葉を持つのは人間だけで、動物たちの鳴き声は感情表現だと決めつけられてきたのである。僕の尊敬してやまないローレンツ博士やダーウィン博士でさえ、そのように考えていた。身近な鳥のシジュウカラにもこんなにいろいろな言葉があるのに、誰一人としてその存在に気づいていない。僕は思った。このままでは人類は井の中の蛙である。他の動物たちの言葉に気づかずに、自分たちが言葉を持つ特別な存在だと思い込んでしまっている。僕はカエルが好きなので、人類がカエルであることに特に問題は感じない。だが、井の中というのは大問題だ。カエルは虫を食べるので、井戸の中ではいずれ死に絶えてしまうだろう。井戸にいてよいのはオタマジャクシまでである。早急に助けなくてはならない。大変だ。
今日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。